皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。求根法はさまざまな場面で利用されます。簡単な例として最小2乗法を挙げることができます。本法では計算線がデータに最も適合するように式中のパラメータを決定します。求根法は収束計算法です。与えた初期推定値からできるだけ広い範囲で根に収束するものが良いことになります。その際、収束速度も大きい方が良いことは当然です。私が優れていると考える求根法は S システム解法です。本法では根を対数空間で探すため、収束領域が広くなります。また、計算は相対誤差の2乗の速度で迅速に進み、広い収束領域の範囲内で通常は10回程度の反復で計算が完了します。これまでに私はいくつかのシステムで S システム解法を利用してきました。今回はその一つの例を紹介しましょう。その研究テーマ名は、固定化酵素反応の速度パラメータの推算法の開発でした。この研究は1995年頃に開始しました。私は1990年に1年間、BST の提案者であるサバジョー教授の研究室で博士研究員を務めました。そして翌年、日本に帰り、大学で本格的に自分のアイディアに基づく研究ができるようになりました。その際、1993年にサバジョー教授が執筆した論文に書かれた S システム解法に興味を持ち、自分の研究に取り入れることにしました。本研究テーマを担当した当時博士課程学生が他大学へ移ったこともあり、結果をまとめるのに時間がかかり、論文は2000年に公表されました。当時、私は固定化酵素反応に対する数式モデル中のミカエリスメンテン式中の速度パラメータ、最大反応速度 Vm とミカエリス乗数 Km を実験データから推算する方法の開発を行っていました。平板単体の最高内に固定化された酵素に対する微分方程式は次のようになります。これは二点境界値問題と呼ばれる2回乗微分方程式であり、その解を正しく求めるのは結構大変です。単体の中心と表面に対して与えられた2つの条件を同時に満足するように解を求めなければなりません。今、皆さんが微分方程式で記述されたシステムにおいて、ある目的を達成するための手法を思いついたとします。これを実現するには、微分方程式を正しく解くための計算法が必要になります。解の精度がいつでも数桁確保できれば良いのですが、厳しくない計算条件においてわずか数桁であると、ちょっと厳しい条件になると1桁あるいは0桁になります。この場合、せっかく思いついた手法がうまく働かなくなります。このことから私は超高精度数値計算法の開発を研究テーマの一つにしました。これについては第7章で少しずつ話していきます。前述のように
求根法はデータに最も適合するパラメータの推算に用いることができます。そこで最も一般的なニュートン・ラプソン法と S システム解法の適用を図りました。その収束計算のアルゴリズムはかなり複雑なので、ここでは詳細を述べません。2点境界値問題を解きながら求根法の反復計算を行う必要があります。計算値の精度が低ければ、この計算アルゴリズムはうまく動きません。この時には直行先点法という倍精度計算において10桁以上の精度の解を得ることができる方法を使いました。この数値計算法は別の動画で説明します。いずれにせよ、多くの場合、微分方程式を精度よく解くことが大切です。私の動画で計算精度の大切さをいつも強調するのはこれが理由です。ここに示す図は最大反応速度 Vm とミカエリス乗数 Km が未知であるとして、S システム解法とニュートン・ラプソン法により収束計算を行った時の収束領域を示したものです。初期推定値には横軸と縦軸の座標値を使いました。ここで白丸は S システム解法、ニュートン・ラプソン法のどちらも収束した時の初期推定値、黒丸は S システム解法のみ収束した時の初期推定値、三角はニュートン・ラプソン法のみ収束した時の初期推定値を示しています。赤いプラスの記号で示す座標が最適値です。これよりニュートン・ラプソン法の収束領域は真の値の近傍だけであること、S システム解法の収束領域はニュートン・ラプソン法よりもかなり広いことがわかります。すなわちニュートン・ラプソン法の場合、初期推定値を根の近くに置かなければほとんど収束しません。実際の反応システムでは根、すなわち真の値は分かりません。分からないからこそこれを求めようとします。よって収束領域の狭いニュートン・ラプソン法はあまり役に立たないことが明らかです。私の経験上、この問題は微分方程式が複雑になるほど大きくなります。一方、S システム解法はかなり広い収束範囲を与えてくれます。もちろんこれでいつも十分であるということではありません。結論として、ニュートン・ラプソン法では実現できない問題を S システム解法を使うことで解決できるかもしれないと理解していれば良いと思います。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネルの登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。